私の名前はヘザー、31歳です。父の退職パーティーで、彼は演壇に立ち、70人の名前を挙げて感謝の言葉を述べました。秘書、郵便配達員、さらにはケータリング業者まで。そして、誰かが、ヘザーはどうなのと尋ねると、彼はマイクに向かって笑い、彼女は言及する価値もない、と言いました。70人の同僚がそれを見ていました。母は膝を見つめ、兄のカイルは水を飲んでいました。そして、私が3年間抱えていたものが、静かに、忍耐強く、ファイル待ちの書類のように、整いました。私は立ち上がり、演壇に向かって歩き、フォルダーを置きました。父の上司がそれを開く前に、彼女が読んだものは、彼にとっても、兄にとっても、そして毎日1万人が渡る橋にとっても、すべてを変えるものでした。先に進む前に、ぜひこのストーリーに共感できたら、いいねと登録をしてください。あなたがどこから聞いているのか知るのが大好きです。では、カーバーという小さな蝶と、証明書を冷蔵庫にテープで貼り続けた小さな女の子の物語の始まりに戻りましょう。私はカーバー郡で育ちました。そこは、みんながあなたの名前を知る前にあなたの名字を知っている場所です。そしてカーバーでは、アンダーソンという名前は一つのことを意味しました。父のジェラルドは公共事業のディレクターで、35年間その仕事をしていました。町のすべての道路、排水溝、歩道を承認する男。彼は重要でした。みんながそう言っていました。3歳年上の兄カイルはその証でした。父はカイルを靴紐を結ぶ前から建設現場に連れて行きました。毎回軍のバーベキューで同じように紹介しました。こちらが私の息子です。彼が家族の名前を引き継ぎます。カイルは誇らしげに微笑み、父は彼の肩をつかみました。そして私は2歩後ろに立ち、自分の皿を持って、自分の番を待っていました。しかし、私の番は決して来ませんでした。私は数学が得意で、物理が大好きで、毎学期のオーナー。ロールの証明書を時計のように持ち帰りました。それを冷蔵庫にテープで貼り、カイルのフットボールの写真、父との釣り旅行、軍のフェアでの一等賞のリボンの隣に貼りました。朝になると、私の証明書は消えていました。動かされることもなく、消えていました。母に一度聞いたことがあります。彼女は、落ちたのかもしれないと言いました。落ちてなんかいない、父にエンジニアになりたいと伝えたとき、彼はテレビから目を離しませんでした。私が幾何学のテストを見せると、満点でした。彼はカイルに練習はうまくいったかと尋ねました。ある感謝祭の日、私は14歳くらいで、科学フェアのトロフィーをテーブルに持って行き、七面鳥の隣に置きました。父はそれを拾い上げ、刻印を読み、掃除用具を保管しているシンクの下のキャビネットに置きました。誰も紙切れなんて気にしないんだ、ヘザーと彼は言いました。君の兄は実際に何かをしている。でも、私は諦めませんでした。頑張れば、いつか彼が私を見てくれると思っていました。私は間違っていましたが、想像もできない形で間違っていました。最終学年で、私は州立大学にフルライドで受け入れられました。土木工学です。その手紙は火曜日に届きました。私はその手紙を持って20分間キッチンに立って、父にどう伝えようか練習したことを覚えています。彼は家にいませんでした。カイルの地域のフットボールの試合に行っていました。トーナメントでもプレーオフでもなく、ただの土曜日のリーグの練習試合で、高校の卒業式と同じ夕方に行われるものでした。その日、カイルは試合をしていました。母は観客席から電話をかけてきて、父に聞こえないように声を低くして、お父さんのこと、わかってるよねと囁きました。私はその文を何度も聞いたことがあります。それは彼女の謝罪のバージョンで、言うのは優しいけれど、意味は何もないものでした。父はカイルの大学、私立学校、経営学を支払いました。カイルは2冷蔵庫とフラットスクリーンのある寮に引っ越しました。私はキャンパス外の共有アパートに2人のルームメイトと一緒に引っ越しました。奨学金は授業料をカバーしました。その他、教科書、食事、ガソリンは、私が週に4晩ウェイトレスをしていたダイナーから来ました。
私の家族の誰も私の専攻について言及しませんでした。一度も。学部長リストに載った時も、学部研究助成金を受けた時も。私が構造解析のクラスでトップに選ばれた時も、家族は何も言わなかった。しかし、カイルの昇進については言及された。毎年の感謝祭、クリスマス、電話のたびに。私が22歳で卒業した感謝祭、マグナ・クム・ラウデで土木工学の学士号を取得したとき、父は七面鳥を切り分けて、おう、エンジニアだ。何を建てるつもりだ。橋か、と言った。そして彼は笑った。カイルも笑った。私は微笑んで、グレイビーを渡した。面白いことに、彼は正しかった。私は橋を建てることになるだろう。正確には、彼がほぼ壊した橋を修理することになる。卒業後、私はリッチモントに引っ越した。カーバーから東に45分、息をするには十分な距離だ。私はマーシュ&キャラウェイエンジニアリングでジュニアポジションを得た。小さな会社で、真剣な仕事、橋や高架、公共インフラの仕事だった。私の上司はエレイン・マーシュ、創業パートナーで55歳。彼女はほとんどの人がメニューを読むように負荷計算を読み取ることができるタイプの女性で、早くから私に何かを見出してくれた。彼女は私を指導し、推し進め、スプレッドシートの後ろに隠れたい時にクライアントの会議で発表させた。私は27歳で PE 試験に合格した。私の分野のプロフェッショナルエンジニア。これは人々の命を守る図面にスタンプを押す信頼を得たことを示すライセンスだ。橋、病院、学校。あなたの署名は、これが失敗した場合、あなたの責任になることを意味する。私は会社の歴史の中で最も若い PE の一人だった。私は家に電話してそのニュースを伝えた。父が電話に出た。PE に合格したと言った。沈黙。すると、カイルが昇進したばかりだ。カイルは父の部署に雇われ、軍の公共事業事務所のプロジェクトコーディネーターだった。エンジニアの学位は必要なかった。父はコネを使った。カーバーの誰もがそれを知っていた。誰もそれについて言わなかった。私は電話を切り、15分間車の中に座っていた。そして初めて、そう、私は自分が一生避けてきた考えを考えることを許した。それは私が十分にやっていなかったからではなく、彼が私に何かをすることを望んでいなかったからだった。その週、エレインは私にまだ完全に理解していないアドバイスをくれた。署名したすべてのもののコピーを保管しておきなさい。すべて。すべての図面、すべてのメール、すべての改訂。それは変質病ではない。プロフェッショナリズムだ。私は聞いた。ファイルした。保存した。私は2年後、その習慣がすべてを変えることになるとは知らなかった。退職パーティーの3年前、カーバー軍はミルブルック橋の建設を開始した。もしあなたがこの辺りの人でないなら、その橋が何を意味するかを理解する必要がある。ミルブルック道路は、軍の北側を結ぶ主要な動脈で、2つの学校、地域病院、高齢者施設を高速道路につなげていた。古い橋は60年の歴史があり、重量制限があり、学校のバスが渡るたびにうめき声を上げていた。それを置き換えることは選択肢ではなく、サバイバルだった。父にとって、それはインフラ以上のものだった。それはレガシーだった。彼の35年のキャリアの中で最大のプロジェクトだった。彼はタイムライン、予算、契約業者を管理した。彼の名前は、すべてのプレスリリースに載っていた。軍のニュースレターは、川岸に立ち、腕を組んで、トロフィーを手渡されたかのように笑顔を見せる彼のハードハットをかぶった写真を掲載した。しかし、検査官たちは問題を発見した。父の社内チームによって行われた元の構造設計には、荷重支持のピロンに致命的な欠陥があった。そして、予測された交通重量や季節的な洪水のストレスの下で、ピロンは5年以内に劣化することになるかもしれなかった。エンジニアリング用語では進行性の失敗と呼ばれ、一般的な用語では、橋が崩壊する可能性があるということだ。父はパニックになった。公にではなく。
ジェラルド・アンダーソンは公にパニックにはならなかったが、後に知ったところによれば、彼は3日間ずっとオフィスを行ったり来たりしていた。建設が完了する前に彼の署名プロジェクトに致命的な設計欠陥があるという情報が漏れたら、35年間の彼の評判は消え去る。マーガレット・ホルト、軍の管理者であり、父の上司は外部コンサルタントを命じた。独立した構造レビュー、交渉の余地なし。父はチームに、外部の人間に私の仕事のやり方を教えられる必要はないと言った。しかし、マーガレット・ホルトはお願いしているわけではなく、軍が雇った外部の会社は私のものだった。エレインは水曜日に私を彼女のオフィスに呼んだ。彼女は契約書を彼女の机の上に広げていた。軍の印、作業範囲、締め切り。ミルブルック橋の荷重指示システムの構造レビューと再設計。あなたが橋の構造については一番の専門家だから、これはあなたの仕事よ、と彼女は言った。私の心臓がドキリとした。あれは父のプロジェクトだ。エラはメガネを外し、私にいつものように言い聞かせるような目で見つめた。あなたの仕事は橋であって、父のプライドではない。彼女は正しかった。私はその任務を引き受けた。2週間後、問題は初期報告が示唆していたよりも深刻だと気づいた。問題はパイロンだけではなかった。全体のビーム連結システムが使用不足だった。間違った鋼材グレード、十分でない交差ブレース、ストレスを正確に間違った接合部に集中させる荷重経路。もし彼らが設計通りに建設していたら、その橋はカウントダウンになっていただろう。私は全体の荷重移動システムを再設計した。6週間、14時間の労働。目が焼けるまでシミュレーションを繰り返した。倒れた。私はすべての計算を確認し、再確認し、数字が歌うまで作業した。修正は成功した。橋は耐えられるだろう。父が娘がコンサルタントエンジニアであり、私が彼のチームのミスを見つけて設計を修正したことを知ったとき、彼は私に感謝しなかった。彼は土曜日の夜に電話をかけてきて、声は張り詰めていた。私を恥ずかしめないでくれと彼は言った。静かに修正しろ、そしてお前の名前はすべてから外れろ。要望ではなく、命令だった。彼が私の人生のすべての瞬間に使っていた口調だった。座れ。静かにしろ。消えろ。私は修正し、静かにしていた。それが私の最初の過ちだった。ミルブルック橋は明るい10月の朝に開通した。リボンカットの写真はハーバー郡新聞の一面を飾った。父は中央に立ち、マーガレット・ホルトと握手をし、輝いていた。その後ろに、橋がきらめいていた。コンクリートとこう、川を越えるクリーンなライン。私の設計、彼の写真。そして1週間以内に、父は私を消した。文字通り、比喩的ではなく。彼はプロジェクトオフィスにメールを送り、ミルブルックファイルから外部コンサルタントに関するすべての言及を削除するよう命じた。公式報告書は、再設計を社内工学の共同作業として認めた。私の会社の名前は消え、私の PE スタンプはどこにもなかった。しかし、最悪なのは消去ではなかった。それに代わって彼が入れたものが最悪だった。カイルが州に提出された最終工学図面に署名した。カイル・アンダーソン、監督エンジニア、彼の署名、印刷された名前が PE 認証欄にそこにあった。ビジネスの学位を持つカイル。船団図と買い物リストの区別ができないカイル。試験を受けたことがないために PE ライセンスを持たないカイル。アメリカのどの州でも、ライセンスなしで PE 文書に署名することは、州の工学実践法に違反する。これはグレーゾーンではない。技術的な問題でもない。これは詐欺だ。公共の安全文書に対する詐欺。私は父にプライベートで対峙した。ただ彼と私だけ、彼のキッチンで日曜日の午後。父、カイルは PE を持っていない。その署名は違法だ。彼は瞬きもしなかった。自分のことを心配しろ。誰もお前に頼んでない。だから、そこに選択肢があった。声を上げる。家族を壊す。
父と兄を法的な悪夢に送り込む。静かにする。毎朝スクールバスが通る橋の詐欺に加担する。私は沈黙を選んだ。彼らは私の家族だから。いつか父がありがとうと言ってくれると信じていたから。3年が過ぎた。彼は決してありがとうと言わなかった。彼は70人の前で、もっとひどいことを言った。招待状はクリーム色の封筒に入って届き、重厚なカードストック、金の文字が印刷されていた。あなたは35年間の卓越したサービスを祝うために丁重に招待されています。ジェラルド・ R ・アンダーソン、カーバー郡公共事業局長。私はそれを長い間もちっていた。3年間の沈黙。3年間、父が私の仕事の功績を横取りするのを見ていた。3年間、誰も私のキャリアや私が専門的な立場で存在していることに触れない休日を過ごし、そして今、招待状が来た。私の母は週間前に電話をかけてきた。お父さんは、ここであなたに会いたがっているわ、とドナは言った。彼は本当に。私は確信が持てなかった。私の中には、14歳の時に証明書を冷蔵庫に貼り続けたのと同じものがあった。それを信じたいと思った。もしかしたら、退職すれば彼は柔らかくなるかもしれない。仕事がなくなり、肩書きがなくなり、演じる必要がなくなれば、彼はただの父親になるかもしれない。私の父。私は4時間ドライブし、新しいブレザーを買ってもらった。チャコール色で、プロフェッショナルな印象を与えるもので、真剣に受け止めてもらいたい時に着るものだ。手書きのカードを書いた。おめでとう、パパ。35年は誇るべきことだよ、ヘザー。私はすべての言葉を本気で言った。助手席には、私の仕事用バッグの中にマニラフォルダーが座っていた。私はそれを武器として持ってきたわけではなかった。予報が 20% の雨の可能性を示している時に傘を持っていくように、必要ないことを願いながらも、必要かもしれないと思って持ってきた。3年間の文章、良い図面、メール、州の委員会の手紙、すべてのオリジナルが、そのフォルダーに入っていた。父が私に自分のことを気にするなと言った日からずっと。カーバーに向かう高速道路に合流し、今夜は違うだろうと自分に言い聞かせた。そのフォルダーはバッグの中に止まっていた。まだ、その夜の終わりにそれがそうではなくなることを知らなかった。カーバー郡のコミュニティホルは、まるで結婚式を開催しているかのようだった。白いテーブルクロス、小さなアメリカの国旗とミニチュアのヘルメットのセンターピース。かわいいアイデアだった。それは誰かの冗談だった。後ろの壁にはバナーが掲げられていた。35年の奉仕。ジェラルド・アンダーソン。その下には、プロジェクタースクリーンが父のキャリアのスライドショーを流していた。私は入り口に立ち、写真のスクロールを見ていた。父が知事と握手している写真。父が地鎮祭に参加している写真。父とカイルが軍のピクニックにいる写真。お揃いのポロシャツを着て、互いに腕を回している。父とカイルがミルブルックの現場にいる写真。父とカイルがクリスマスを過ごしている写真。40枚の写真を数えた。私が写っているのは、1枚もなかった。ああ、家族の写真があった。撮影された日のことを覚えている。カイルの16歳の誕生日だった。私は父の左側に立っていたが、スクリーンのバージョンは切り取られていた。私は消えていた。私は出口に最も近い後ろのテーブルに座った。その意味を考えることはなかったが、後で考えるだろう。母は部屋の向こう側から私を見つけた。小さく手を振ったが、立ち上がることはなかった。カイルは父と一緒に主賓席に座り、肩にきつすぎるスーツを着て軍の役人と握手をしていた。彼は自分の人生でずっと練習してきた役割を演じているように見えた。父は私を見た。私たちの目が60フィートの白いテーブルクロスとキャンドルの炎を越えて交わった。彼は私に軽い会釈をした。食料品店での遠い知人にするような会釈だった。素早く、礼儀正しく、忘れられがちなものだった。私のテーブルの女性が身を乗り出した。あなたはジェラルドの娘ですかと聞いた。私は言った。彼女の眉が上がった。
ああ、彼はあなたのことを一度も言わなかった。彼は私のことを一度も言わなかった。もう慣れているはずだったが、見知らぬ人からそれを聞くのは違った。マーガレット・ホルトは、7時30分に壇上に立った。背が高く、銀髪で、見る前から感じる権威のある存在だった。彼女はマイクを2回タップした。皆さん、こんばんは。今夜は、35年間この軍のインフラを形作ってきた男性を称えるためにここに集まっています。彼の指導の下で、ミルブルック橋、ルート9の拡張、ダウンタウンの排水システムの改修など、私たちのすべてを超えて永続するプロジェクトが実現しました。彼女は微笑んだ。ジェラルド・アンダーソンを迎え入れてください。拍手が部屋を満たした。父は主賓席から立ち上がり、ジャケットのボタンを止め、彼が生涯にわたって壇上に歩いているように壇上へ歩いていった。自信に満ち、抑制が効き、制御されていた。彼はポソールズについての冗談から始めた。人々は笑ったが、彼は真面目になった。感謝したい人がいます。私の心臓は少し早く打った。彼は最初にドナに感謝した。私の支え。遅くまで働き、泥だらけのブーツを我慢してくれた40年間、母は目を拭いた。部屋は拍手を送った。彼はカイルにも感謝した。私の息子、この家族の未来。彼が私が残したところから引き継いでいることを誇りに思います。カイルは少し立ち上がった。さらに拍手。彼は22年間の秘書、ジャネットにも感謝した。彼女は私の生活を私ができる以上に整理してくれました。彼はビル、郵便配達員に感謝し、ケータリング業者のロサ、夜間警備員のピーター、コピー機を修理した男にも感謝した。それぞれの名前は石のようで、私は後ろのテーブルに座って沈んでいた。彼は一瞬立ち止まり、部屋を見渡して微笑んだ。私は大切な人には感謝したと思います。彼はマイクを置き、後ろの方から知らない声が聞こえた。誰かが叫んだ、ヘザーはどうなの？70ピープルが私の父を見つめた。そして、父はマイクがまだ温かい手の中にある状態で笑った。彼はカジュアルにマイクを再び手に取り、私のテーブルではなく、私に向かって家具を見るようにちらりと見ていった。彼女は言及する価値がない。4つの言葉、1つのマイク、70ペアーズオブアイズ。部屋は驚かなかった。それは映画で起こることだ。実際に起こったことはもっと悪かった。沈黙。みんなが同時に皿を見つめる特定の種類の沈黙。フォークが止まり、グラスが唇の半ばで停止した。誰かが咳をした。母は頭を下げた。私は彼女の手が膝の上で互いに白く締め付け合っているのが見えた。カイル。彼を見ていた。彼はひるまず、振り返らなかった。水のグラスを手に取り、何も起こらなかったかのように飲んだ。彼の姉が地のすべてのプロの接触者の前で消去されたかのように。70ピープルがそれを聞いた。誰一人として言葉を発しなかった。そしてその沈黙の中で、私は31年間巡ってきた何かを理解した。彼らの沈黙は同意ではなかった。しかし、それは保護でもなかった。それは何もなかった。今、そして何もない。誰かが立ち上がる必要があるとき、それは彼に味方するのと同じだった。待っていた3 years。そのフォルダーをデスクの引き出しに保管していた。彼が電話をかけるのを待ち、認めて、すべてを変えることができる2つの言葉を言うのを待っていた。そして、彼の答えはカーバーのすべてのエンジニア、請負業者、軍の職員に向けて PA システムを通じて放送されたが、それは言及する価値がなかった。私の中で何かが変わった。怒りでも悲しみでもなく、明瞭さだった。しかし、その明瞭さは燃え上がるものではなかった。それは、光を一つの鋭い点に集めるレンズのように焦点を合わせた。私はバッグを見下ろした。その中にフォルダーがあった。3 years ずっと中にあった。しかし、もう違った。私は立ち上がった。椅子が木の床に引きずられた。思ったよりも大きな音がした。あるいは、部屋がただそんなに静かだったのかもしれない。母は私の腕に手を伸ばし、
彼女の指が私の手首を優しく掴んだ。彼女はいつもそうしていた。優しさが彼女が決して言わなかったすべてを補うかのように。ああ、座って、ハニー。騒ぎを起こさないで、私は彼女の手を見て、次に彼女の顔を見た。そして人生で初めて、私は彼女の言うことを聞かなかった。私は騒ぎを起こしてるんじゃない、ママ。ただもう座っていないだけなんだ。私は手首を解放した。乱暴ではなく、ゆっくりと。長い間持ち続けていたものを置くように。私はバッグの中に手を入れ、フォルダーを取り出した。普通の茶色の封筒、文房具店で10パックのように買うようなもの。私の手の中では、ほとんど何も重さを感じなかった。しかし、それは父がキャリアの中で書き直してきた物語の中で私の存在を証明するための3 years of サイレンスを保持していた。私はテーブルの間を歩いた。左側、右側、白いテーブルクロスとキャンドルの光、70 pairs of eyes が私を追いかけているように、私は法廷を横切っているかのようだった。私のヒールが木の床にカチカチと音を立て、安定して一歩ずつ進んだ。数ヶ月前の会話の中で、私はすべてを破りそうになった時のエレインの声が頭の中に響いた。真実は叫ぶ必要はない。ただ、そのあるべき場所に置かれるだけでいい。父は演壇に立ち、マイクをまだ手に持っていた。そして私が近づくにつれて、5つのテーブル、3つ、1つと近づくにつれて、彼の顔には見たことのない何かが浮かんでいた。彼は恐れているように見えた。私は台の上に足を踏み入れ、彼の隣に立ち、彼が耳を傾けなければならないように静かに言った。出発する前にセブンワーズ。ああ、父が言及し忘れたことが一つある。私の声は響いた。声を上げたからではなく、部屋が非常に静かだったから、囁き一つでさえも反響した。父の顎が緊張した。ヘザー、座れ。歯を食いしばって。命令であり、お願いではない。私は座りませんでした。フォルダーを優しく演壇に置き、カードの手を置くように、前のテーブルに向きました。ホルトさん、これはミルブルック橋プロジェクトに関することです。軍の管理者として、これを見ていただく必要があると思います。マーガレット・ホルトは、30年の公務員としての経験から来るような表情で、すべてのやりとりを見ていました。冷静で、評価し、何も漏らさない。しかし、私が、ミルブルックと言った瞬間、彼女の目の奥で何かが鋭くなりました。彼女は立ち上がり、演壇に歩み寄り、フォルダーに手を伸ばしました。父の手が飛び出し、端をつかみました。それは個人的なことだ。マーガレットはひるみませんでした。彼女はドアを支えるように、父の視線をしっかりと受け止めました。厳格で決定的です。軍のプロジェクトに関することであれば、それは個人的なことではありません、ジェラルド。彼女はフォルダーを取り、開きました。最初のページ、私の構造図面、PE スタンプと署名が右下にあり、上からの光を受けて輝きました。彼女は2ページ目に移り、メールを見ました。私は彼女の目が左右に動くのを見ていました。ページ3、州の申請書にあるカイルの署名。監督技師。彼女は顔を上げ、私はこの瞬間を決して忘れません。彼女は私を見ず、父を見ず、カイルを見ました。その瞬間、私は、これは正しいことだったのか、と思いました。私はこれを3年間抱えていました。3年間、真実よりも家族を選びました。もしあなたが私がいた場所に立って、証拠を握りしめ、70人の前で父があなたの存在を笑っているのを見ていたら、フォルダーを開いたでしょうか、それとも立ち去ったでしょうか。コメントで教えてください。私は本当に知りたいのです。マーガレットは別のページをめくり、さらにもう一つめくりました。それから彼女は父を見上げ、部屋から祝賀の痕跡が水のように流れ出しました。父はマーガレットの手からフォルダーを取り上げました。紙が散らばりました。2枚のシートが演壇から滑り落ち、葉のように床に漂いました。これは家族の問題だ。彼の声は、家族という言葉でかすれました。
私はそれを聞いたことがありませんでした。マーガレットの声のトーンが10度下がりました。ジェラルド、それは私が確認する必要がある軍の工学文書です。返してください。彼は返しませんでした。代わりに、彼は部屋を見回し、70の顔、驚いている人、混乱している人、大半は非常に静かにし、ジェラルド・アンダーソンが常に最も得意とすることをしました。彼は演じました。彼の肩は柔らかくなり、顎は下がりました。彼が話すとき、彼の声には傷ついた男の慎重な震えがありました。皆さん、これについては申し訳ありません。彼はゆっくりと頭を振りました。私の娘はいつも問題を抱えていました。彼女は家族と疎遠になっていました。何を？私たちはすべてを試しました。彼は私を見て、あまりにも練習された悲しみを浮かべました。彼女は長年悩んでいて、私たちはすべてを試しました。そしてそれは約5秒間機能しました。私はそれが部屋を波のように広がるのを見ました。いくつかの同情的なうなずき。前の方の女性はナプキンを握りしめました。誰かが、悲しいねと囁きました。父はこのことが得意でした。彼は30秒で部屋を書き換えることができました。私は子供の頃からそれを見てきました。すべての物語やすべての状況を再形成しました。そう、彼が英雄で、私が問題になるまで。でも今回は、マーガレット・ホルトが3ページの軍の文書を持っていました。文書は声のトーンには反応しません。マーガレットは膝をついて、落ちたシートを拾い、演壇に対して整えました。ジェラルドと彼女は優しく言いました。これを返してもらう必要があります。父の演技は揺らぎました。なぜなら、マーガレットは同情の目で彼を見ていなかったからです。彼女は監査人が不一致を見つめるように彼を見ていました。マーガレットがフォルダーを取り戻しました。今回は、父は抵抗しませんでした。彼女は冷静に読みました。ドラマはなく、ただ彼女の仕事をしている女性が部屋が息を飲むような速さで進めていました。最初は私の構造図面。PE スタンプ番号47832。私の署名、ヘザー M. アンダーソン、PE、綺麗な黒いインクで。次にメール、7通、すべてジェラルドの軍のアドレスからプロジェクトオフィスへ。彼女は、知行を声に出して読み上げました。演技のためではありません。彼女はそうせざるを得なかったと思います。ミルブルックファイルから外部コンサルタントに関するすべての言及を削除してください。彼女は顔を上げました。あなたはボードに、再設計は社内で行われたと伝えました。父の顎が上がった。それはチームの努力だった。マーガレットはページをめくった。州への提出書類、州運輸省に提出された PE 認証書類。カイルの署名。カイルの印刷された名前。監督技術者 PE ライセンス番号とその隣に存在しない番号が書かれていた。マーガレットは長い間そのページを見つめていた。そして彼女はカイルに目を向けた。彼はまだ主賓席にいて、膝の上にナプキンを置き、自分の車が崖からスローモーションで滑り落ちるのを見ている男のように見えた。カイル、マーガレットは言った。医者が検査結果を読むように冷静に。あなたは PE ライセンスを持っていますか？部屋が揺れた。聴衆の中のエンジニアたち、何人かが背筋を伸ばした。彼らはその質問が何を意味するのかを知っていた。カイルの口が開いた。彼の目は父に向かい、一生の反射的な動作が彼を支配した。彼のために誰かに答えを求める自動的な探求。しかし父はポディウムで凍りついていた。マイクを手に持ち、台本もリハーサルもない。私の記憶の中で初めて、ジェラルド・アンダーソンは言うことがなかった。カイルは一人だった。カイルの声は細く出た。彼が今夜ずっと使っていた自信のある握手のトーンが抜け落ちていた。父は私にサインをするように言った。私はそれが問題だとは知らなかった。部屋を通り抜ける囁きは驚きではなかった。それは認識だった。70人が同時に計算をしていた。エンジニア、請負業者、軍の役人たち。
彼ら全員が PE の署名が何を意味するのかを理解していた。そして誰かがそれなしで署名した時に何を意味するのかも理解していた。マーガレットは再び父に向き直った。ジェラルド、あなたはプロジェクトマネージャーでした。あなたはカイルの関与を監督していました。父は背筋を伸ばし、挽回しようとした。彼は監督していた。私は彼を監督した。マーガレットは叩きもしなかった。あなたはプロジェクトマネージャーです、ジェラルド。あなたも PE を持っていません。沈黙、しかし今度は違う種類の沈黙だった。そして家族の喧嘩の気まずい沈黙ではなかった。これは人々が公式の何か、結果を伴う何かを見ていることに気づく沈黙だった。これは娘が父のパーティーで騒ぎを起こしているのではなかった。これは軍のエンジニアリング問題がリアルタイムで展開されているところだった。母が立ち上がった。彼女の椅子が床にきしんだ。彼女の声は震えていた。ここでこれをしないでいただけますか。すべての目が私に向き、待っていた。私は3年間抱えていたことを、フォルダーが存在する理由を言った。私は3年前にこれをプライベートで行おうとした。母。父は私に自分のことに口を出すなと言った。母はゆっくりと席に戻った、まるで空気が抜けたかのように。父は両手でポディウムを掴んだ。彼の関節は白くなっていた。彼の顔は赤かった。そして彼が話すと、マイクはすべての言葉を捉えた。これは私の退職パーティーであり、法廷ではない。しかしマーガレット・ホルトはすでに証拠を扱うように、文書を慎重にフォルダーに戻していた。その時、父はキャラクターを崩した。彼は私に向き直った。完全に回転し、肩を正し、マイクを握ったまま忘れていた。彼の声は生々しかった。演技も、観客を管理することもなかった。ただ31年間の醜い何かがついに表面に出てきた。私はあなたに屋根を与えた。私はあなたに食べ物を与えた。そしてこれがあなたの返礼か。部屋はひるんだ。その言葉ではなく、トーンに。これがこの部屋にいる誰も見たことのないジェラルド・アンダーソンだった。プライベートな彼だった。閉じた扉の後ろで、キッチンで、廊下で話す彼だった。家族しか知らない彼だった。私は交代しなかった。声を上げなかった。父、あなたは私に屋根を与えた。しかしあなたは私にテーブルの席を与えなかった。今夜すら。部屋の中で何かが変わった。私はそれを感じた。重力の変化。サイドテーブルの数人がうなずいた。ほとんど無意識の小さな動き。しかし、父の22年間の秘書であるジャネットは、3つのテーブル離れたところに座り、バッグからティッシュを取り出し、目に押し当てた。父は部屋を見回し、探し、スキャンし、仲間、同情的な顔、彼の物語のバージョンを支持する誰かを探していた。しかし、誰も彼の目を見なかった。カイルはテーブルクロスを見つめていた。母の顔は手の中に埋まっていた。前のテーブルに座っていた軍の職員たちは、皿を設計図のようにじっと見つめていた。マーガレット・ホルトはフォルダーを閉じ、腕の下に挟み込み、12年間この軍を運営してきた女性の精密さで言った。ジェラルド、月曜日にホームとこの件を再検討する必要があります。残りの夜を楽しむことをお勧めします。みんなが理解した。パーティーは終わったのだ。私は高台から降りるとき、ジャネットが私の腕を掴んだ。彼女の手は温かく、目は潤んでいた。私はいつも誰が本当にその橋を修理したのか不思議に思っていた。そのフォルダーに何が入っていたのか教えよう。すべて。まず、ミルブルック橋の荷重移動システムのための構造再設計図。23ページ、すべてに私の PE スタンプ、番号47832、そして私の署名があった。ヘザー M. アンダーソン、PE。これらは欠陥のある元の設計を置き換えた図面であり、橋が今後100年間、スクールバスや救急車、18輪トラックを支えることを保証するものであった。次に、ジェラルド・アンダーソンの軍のメールアカウントからカーバー軍プロジェクトオフィスへの7通のメールがあり、
すべてが同じ指示の変形であった。マースとキャラウェイエンジニアリングをプロジェクト記録から削除せよ。外部コンサルタントの言及を削除せよ。再設計のクレジットを社内の協力にせよ。橋が開通してから3日後の日付のメールには、この件を整理しておけ。余計なことは一切持ち込むな、と書かれていた。私は余計なことだった。3つ目は、州の専門技術者委員会から私の名前宛てに送られた正式な手紙で、ミルブルック橋の安全性に貢献した私の優れた構造解析を認識しているという内容であった。委員会は、彼らの通常の工事後の監査の一環として改定設計を検討した後にそれを送った。父はこの手紙のことを知らなかった。なぜなら、彼は決して尋ねなかったからだ。4つ目は、公文書開示請求法に基づいて取得した内部監査の結果で、完全に合法であった。それらの結果は、カイル・アンダーソンが PE ライセンスを持たずに3回別々の PE 認証文書にサインしたことを示しており、州のエンジニアリング実践法の明確な違反であった。私は復習のためにそのフォルダーをパーティーに持って行ったのではない。3年前、父が私に自分のことに集中するように言ったから持ってきたのだ。今夜、彼は70人の前で私を言及する価値がないと言ったので、もし彼が真実を話さないのなら、文書が話すだろう。PE スタンプは形式的なものではない。私は誰にでも言った。それは、公的安全に対する法的責任を持つライセンスを持つエンジニアを意味する。カイルにはその権限がなかった。父はそれを知っていた。マーガレットがフォルダーを閉じた後、彼女は私に向き直った。哀れみでなく、感謝でもなく、より珍しいものであった、専門的な尊敬を持って。アンダーソンさん、私はこれを3年前に知っていればよかった。アンダーソンさん、ヘザーではなく、ジェラルドの娘でもなく、アンダーソンさん、同僚に対する呼びかけのように。だが、それはその部屋の誰もが私の名前を初めて重みを持って発音した瞬間であった。波紋はゆっくりと始まった。父の部署で30年のキャリアを持つトム・リーブス、上級エンジニアが、言うべきことがある時だけ話すタイプの男が椅子を引いて立ち上がり、近づいてきた。彼は手を差し出した。荷重移動の再設計、それはあなたのものですか？私は彼の手を握った。はい、彼はさらに一瞬その手を握った。あれは素晴らしい仕事でした。彼の後ろには、知らない女性が2人立っていた。1人は、40歳くらいで、軍の ID バッジを胸につけており、静かに言った。昨年その図面をメンテナンス評価のためにレビューしました。シアーウォールの統合は、誰がやったのかと思っていました。父は演壇に立ち、マイクをまだ手に持っていたが、部屋はまるで惑星が軸を変えたかのように回転し、彼はもはや中心ではなくなっていた。誰も彼を見なかった。カイルは凍りつき、顔は白く、彼の水のグラスは手をつけられることなく、テーブルクロスに輪を汗で残していた。母は後ろから私の袖を引っ張った。彼女はいつの間にか近づいていたのだろうか。彼女の声はか細かった。お願い、帰ろう。私は彼女に振り向いた。私の母、父の残酷さを40年間、柔らかくて耐えられるものに変えてきた女性。あなたのお父さんがどんな人かは分かっているでしょう。私は帰ると言った、ママ。私の家に。文のすべての意味でそう感じた。今夜のために買ったブレザーを後ろのテーブルから手に取り、慎重に選んだチャコルのブレザーは、今や鎧のように感じた。出口に向かって歩いた。しっかりと、早くも遅くもなく。決して戻ってこない場所を去るように。父がドアのところで私を止めた。彼は急いで降りてきたのだろう。少し息を切らしていた。彼の手が私の肘を掴んだ。強くはないが、私を止めるには十分な力だった。そのドアを出たら、君はもう私の娘ではない。廊下は空だったが、メインドアは開いていて、部屋の半分の人が私たちの声を聞いていた。彼は彼らに聞かせたかったのだと思う。私を悪者にしようとする最後の試み。私は彼に向き直った。私の父、63歳、35年の公共サービス。彼について人々が信じていることを慎重に管理することで築いたキャリア。私は彼の手を腕に見て、
次に彼の目を見た。お父さん、私は一生あなたの娘ではなかった。今夜、あなたがそれを声に出したのは初めてだ。彼の手が落ちた。私は何を期待していたのかわからなかった。反論、否定、爆発。しかし、私が得たのは何もなかった。常にスピーチ、方向転換、再構築を持っていたジェラルド・アンダーソンは、カーバージョン郡コミュニティホールのドアの前で何も言うことがなく立っていた。私は外に出た。ドアを叩きつけることも、振り返ることもなかった。夜の空気は涼しかった。10月のコオロギ。駐車場は半分埋まっていた。頭上の蛍光灯がブーンと音を立てていた。車に着く前に、私の電話が振動した。知らない番号からのテキストを見つけた。マーガレット・ホルト。月曜日に会えますか？あなたとプロとして話し合いたいことがあります。私は車に乗り込み、鍵を回して走り出した。ハイウェイは空いていた。4時間の暗い道、白い線、時折向こうから来るヘッドライトのペア。ラジオをつけず、誰にも電話せず、ただ運転し続けた。私は満足感を感じるだろうと思っていた。復讐という言葉は、甘い、あるいは少なくとも鋭い何かを示唆している。しかし、その夜、家に帰るまでに感じたのは満足感ではなく、空虚感だった。悪い空虚感ではなく、すっきりとした空虚感だった。何年もかけて片付けた部屋を歩いているような気がした。2時間ほど経った頃、エレインに電話した。彼女は1回目の呼び出しで出た。つまり彼女は待っていた。気分はどうと彼女は聞いた。私は考えた。本当に考えた。最後のレポートを提出した時のような気持ち。彼女は優しく笑い、私の気持ちを理解しているかのようだった。彼女は言った。ヘザー、君は橋を燃やさなかった。君はただ誰が実際にそれを建設したのかを証明しただけだ。私は微笑んだ。数時間ぶりの初めてのことだった。マイルが進んでいった。マーガレットがフォルダーを開けた時の父の顔について考えた。カイルの沈黙、母が私の手首に置いた手。座って、ハニー。そして、その前の20年間の、座って、ハニーという言葉について考えた。父が言ったこと、言及する価値はない。そして、彼が正しかったかもしれないことに気づいた。彼の意図した方法ではなく、別の方法で。私は言及される必要がなかった。私の仕事は自分自身で語っていた。それは常に自分自身で語っていた。私はただ、間違った人が耳を傾けるのを待っていただけだった。私は午前1時に家に着いた。カウンターにバッグを置いた。今は軽くなっていた。フォルダーは消えていた。月曜日の朝、カーバージョン郡行政ビルの3階にあるマーガレット・ホルトのオフィスで9時。彼女はデスクの上にフォルダーを開いていた。その隣には、彼女の鋭い筆跡で書かれた2ページのメモがある法的パッドが置いてあった。コーヒーのカップは手つかずで、私が到着する前にこの会議が始まったことを示していた。座ってください、アンダーソンさん。私は座った。マーガレットは時間を無駄にしなかった。州の委員会の手紙。これは本物です。直接連絡しても構いません。私のライセンス番号は記録に残っています。彼女はメモを取った。そして顔を上げた。上司としてでも、調査員としてでもなく、一人の人間として。なぜもっと早く声を上げなかったのか。正直な答えが唯一の答えだった。彼は私の父だから。私は彼が最終的には正しいことをするだろうと思っていた。マーガレットはゆっくりとうなずいた。あなたが思っている以上に理解しているという意味のうなずきだ。私はそのファイルを軍の弁護士事務所に回しました。と彼女は言った。彼らは PE 署名の問題とメールの指示を確認するでしょう。私はまた、ジェラルド R. アンダーソンの部門での過去10年間のすべてのエンジニアリングファイリングの包括的な監査を要求しました。10年間、父が関わったすべてのプロジェクト。カイルは、調査が進行中のため、行政休暇に置かれました。今朝通知を受けました。私は胸が締め付けられるのを感じた。
罪悪感ではなく、正確には、動き始めたことが独自の勢いを持つことを知っている重みのようなものだ。今、あなたは雪崩を引き起こすことができる。それを制御することはできない。マーガレットはその日の午後、州の委員会に電話をかけた。彼らは私の PE ステータスを確認し、認定書を確認し、カイルの無免許の署名についての予備調査を開始した。正式な調査が続くことになる。歯車は回り始めており、もう私が押す必要はなかった。パーティーの後の2週間で3つのことが起こった。まず、軍は来月予定されていたジェラルド・ R ・アンダーソンの正式な認定式をキャンセルした。プレートやフレームに入った決議、軍の委員会との写真とともに、マーガレットのオフィスは一文の声明を発表した。式典は内部調査中のため延期されました。カーバーのような町では、その文は手榴弾だった。第2に、ミルブルック橋にある、公共事業のディレクター、ジェラルド・ R ・アンダーソンに捧げられたというブロンズのプレートが更新のために取り外された。町の誰もが橋の手すりのその空白を通り過ぎ、正確にそれが何を意味するかを知っていた。そして第3に、軍委員会は、一般市民に開かれたエンジニアリング文書手続きに関する公聴会を予定した。議題項目1、PE 認証の遵守と軍のインフラプロジェクト。父は引退していた。彼を解雇することはできなかった。しかし、彼がどんな給料よりも大切にしていたこと、彼の遺産、彼の名前、軍全体が35年間真実として受け入れてきたジェラルド・アンダーソンの物語がリアルタイムで書き換えられていた。彼は水曜日の夜に私に電話をかけてきた。私はほとんど応答しなかった。あなたはこの家族を壊した。彼の声は平坦だった。演技も観客もなく、ただ彼だけだった。いいえ、父さん。あなたは一人の子供だけが重要な家族を作った。私はそれに対して大丈夫だとプリテンデッドをやめただけだった。彼は電話を切った。1時間後、母が電話をかけてきた。あなたの父は眠れない。彼は打ちひしがれている。私は目を閉じた。私は3年間眠れなかった、母さん。誰か私について尋ねるために電話をかけてきた人はいる。沈黙。長い沈黙。誰かが答えが、いいえであることを理解しているのが聞こえる沈黙。いいえは十分だと言った。彼女は、後で話そうね、ハニーと言った。彼女は1ヶ月間電話をかけてこなかった。カイルは土曜日の遅い午後に電話をかけてきた。外のアパートの窓から見える太陽が沈みかけていて、私はいつも土曜日にしていることをしていた。図面を見直し、冷たいコーヒーを飲み、静寂が気にならないふりをしていた。画面に彼の名前が表示されると、一瞬止まった。カイルと私は、父が仲介者としていない状態で直接話すことは何年もなかった。やあ。彼の声は私が覚えていたより小さかった。会議室での自信は消えていた。ああ、やあ。長い沈黙。彼の呼吸が聞こえた。みんなの前でそれをしなければならなかったのか。私はコーヒーを置いた。あなたは彼がみんなの前で言わない価値がないというのを見ていた。別の沈黙。私はそれを放置した。私は自分の人生のすべてを他の人のために沈黙を埋めてきた。滑らかに、調整し、みんなのために楽にするが、自分のためにはそうではない。もうそんなことはしない。カイルは、私は PE のことがそんなに深刻だとは知らなかった、と言った。私は知っている。それがすべてだった。私は彼を非難しなかった。説教もしなかった。ただ私たちの両方が理解していることを確認した。カイルは父が彼に言わなかったので知らなかった。父はカイルに質問をせずにサインさせる必要があったからだ。カイル、お前の弁護士を雇え、父のではなく、お前のだ。なぜ？父の弁護士は、父を守るためのものだから、あなたを守る人が必要なんだ。しばらくの沈黙の後、彼はとても静かに言った。ごめん、君のために立ち上がらなかった。私は窓の外を見た。街灯がついていた。それも知っている。電話を切った後、私は長い間考えていた。
もし父が私たちを平等に扱っていたら、もしカイルが自分にふさわしくない役割を与えられなかったら、もし私が記録から消されなかったら、こんなことは起こらなかっただろうか。そうは思わない。父は私だけでなく、カイルにも異なる形で害を与えた。カイルには何らかの結果が必要だと思う。それとも、彼もジェラルドの支配の犠牲者なの。コメントであなたの考えを聞かせてほしい。カーバーは小さな蝶だ。週の終わりまでには、誰もがそのことを知っていた。すべての真実ではない。小さな蝶は、すべての真実を扱わない。断片や囁かれるバージョン、ハードウェアストアで耳にする分のように。だが、その断片は十分だった。地元の新聞は最初、折りたたみの下の表紙に載せた。退職パーティーの暴露後、軍が高額記録を見直す。見出しには名前はなかったが、記事には元部門長と PE 認証文書の不正について言及されていた。カーバーでは、それは看板と同じだった。1ヶ月も経たないうちに、その波紋は父の世界の隅々に届いた。彼が20年間所属していたロータリークラブでは、毎月のディナーで頭のテーブルに座っていたが、手紙が送られた。丁寧に言葉が選ばれ、用紙はこうだった。問題が解決するまで、積極的な参加を控えた方がいいかもしれません。近所の人々は手を振るのをやめた。全員ではないが、十分な数だった。父にとって大切な人々。彼が通貨のように数えていた手の振りのある人たち。次に、カイルは州の専門技術者委員会から正式な通知を受け取った。無許可の業務についての公式な調査だ。委員会が違反を見つければ、罰金や永久記録が含まれる可能性がある。そして、カイルは実際にはエンジニアではなかったが、州の公式文書にあるその署名はコンクリートのように本物だった。母はもう一度電話をかけてきた。彼女の声には新しい緊張感があった。私に対する怒りではなく、幸福に近いものだった。今、あなたは幸せなの？私は考えた。正直に言うと、いいえ、母。私は幸せではないが、正直だ。そして、初めて、他のみんなもそうだ。彼女は長い間静かだった。すると、彼女は今まで言ったことのないことを言った。もっと早く声を上げるべきだった。十分ではなかったが、始まりだった。マーガレット・ホルトは11月にエレインに電話をかけた。私はデスクに座っていた時、エレインが入ってきて、ドアの枠に寄りかかり、笑顔を見せた。少なくとも1時間は抱えていた良いニュースのための特別な笑顔だ。軍が私たちと3年間の契約を結んだところです。と彼女は言った。インフラコンサルティング、橋、排水システム、道路使用、全ポートフォリオだ。私は画面から顔を上げた。素晴らしい。彼らがリードエンジニアとしてリクエストしたのは誰か、想像する必要はなかった。契約は公式なものだった。私の名前、私の本当の名前が私の実際の資格とともに、今後のすべてのカーバー軍のインフラプロジェクトに付けられることになる。隠されることも消されることもなく、他の誰かの名前が与えられることもなく。私のものだ。そして1週間後、私はミルブルック橋を通り過ぎて、名板が交換されていることに気づいた。新しいものには、ミルブルック橋、カーバー軍、構造再設計、マーシャン・キャラウェイエンジニアリングと書かれていた。個々の名前はなかったが、私の業界では、会社名のクレジットで十分だった。誰かが調べれば、プロジェクトファイルが見つかるだろう。そして、プロジェクトファイルの中には、私が見つかる。父の部門の上級エンジニア、トム・リーブスがその晩、私にメールを送ってきた。件名はなく、ただ一段落だった。アンダーソンさん、私は先週の監査中にあなたのミルブルック再設計を詳しく見ました。先端壁の統合、荷重経路の再分配、パイロンの補強シーケンス。これは私が30年間で見た中で最高の構造作業の一部です。軍はあなたを契約して幸運です。トム、私はそれを3回読んだ後、印刷して引き出しにしまった。証拠が必要だったわけではなく、31年の沈黙の後、
言葉が紙の上にあること、そしてそれが本物であることを知るのが心地よかったから。6ヶ月後、父は逮捕されず、告発されず、法廷に引きずり出されることもなかった。起こったことはそれよりも静かで、ある意味では悪化していた。軍の弁護士は、コンサルタントの記録を削除させ、無免許の PE 署名を促進するというジェラルド・アンダーソンの行動は、行政違反であり、犯罪ではないと結論付けた。彼はすでに退職していた。雇用に関する措置を取ることはできなかった。そして、軍は記録のために正式な戒告を出し、カイルのケースを州の委員会に独立した審判のために回した。しかし、本当の罰、カーバーのような場所で重要なのは、再定義だった。ジェラルド・アンダーソンの35年間のストーリーは、もはや彼が書いたものではなくなった。彼の頂点の業績とされるはずの橋には、今や他の誰かの会社の名前が刻まれていた。公聴会の記録は公開されていた。そして、新聞はそれを切り抜き、カーバー郡図書館のアーカイブに保存した。35年間の賞賛に満ちたプレスリリースのすぐ隣に。カイルは、私たちのたまに交わすテキストのやり取りの中で、父が今はほとんど家にいると言った。ダイナーにコーヒーを飲みに行くこともなく、軍の建物の前を犬を散歩させることもなくなった。彼はテレビを見て、新聞を読んでいた。私のことは言わなかった。母は、子供の頃のことを思い出させる便箋に手書きの手紙を送ってきた。淡い青色で、彼女のイニシャルが上部にエンボスされていた。私は黙っていることが間違っていたと知っている。あなたに許してほしいとは言っていない。ただ、私はあなたを見ていることを知ってほしい。私はいつもあなたを見ていた。ただ、言うのが怖かった。私はそれをキッチンのテーブルで読み、泣いた。何かを修正するためではなく、31年後に、母が私が待っていたことを、間違った親から言ってくれたからだ。それは終わりではなく、薄明かりをもたらすわずかに開かれたドアだった。今、私は火曜日の朝にミルブルック橋に向かって運転していた。理由はなく、ただ見たかった。まだ早く、7時15分。空はまだ橋がピンクだった。北に向かうスクールバスが通過した。その後、配達トラックが続いた。次に、後部に2つのチャイルドシートを乗せたミニバンの女性がいた。橋は持ちこたえた。うめき声を上げず、しなりもせず、橋がするべきように彼らを運んだ。静かに、目に見えず、認識を求めることなく。バスの中の誰も私の名前を知らず、そのトラックの中の誰も荷重転送システムを再設計したのが誰か、数字が合うまで6週間シミュレーションを行ったのが誰かを知らなかった。彼らは知る必要はなかった。ただ、橋が持ちこたえることが必要だった。それは持ちこたえた。私は歩道に立ち、川を見下ろした。水は低く、春の初め、雪解けはまだ数週間先だった。私が再設計したパイロンは、静かな見張りのように川底から立ち上がっていた。私はこの話をするのは、あなたに私の父が怪物だと思わせるためではなく、彼は怪物ではなく、人間だ。娘が物を作ることはないと信じて育ち、その信念が挑戦されないように一生を過ごしてきた人間だ。彼は間違っていた。しかし、彼は人間だった。そして、誰かを理解することと、彼らがあなたにしたことを受け入れることには違いがある。私は彼に電話をかけてほしいとは思わない。私は31年間、決して来ることのない電話を待っていた。そして、その待機は独自の種類の監獄だった。私は待つのをやめた。教会は壁ではなく、ドアのようなものだ。あなたは誰が通るかを選び、いつ通るかを選ぶ。時には、最も勇敢なことは戦うことではなく、必要な人々の前に静かに真実を置き、それが他のすべてを行わせることだ。これが私が今いる場所だ。マルシアン・キャラウェイの主任技術者。軍の契約が私を忙しくさせている。パイプラインには、つのプロジェクトがあり、さらに2つが審査中だ。エレインは私をパートナーにしようと脅している。私は彼女に、もう1年待ってくれと言い続けている。私のアパートは同じもので、2階の小さな部屋、特別なものは何もない。
私の車はまだ14万マイル走っているが、デスクの上の壁には、フレームに入れられ、中心に置かれ、窓からの光に照らされた PE 証明書がある。初めてそれを飾った。小さなことのように思えるかもしれません。しかし、そうではありません。母と私は月に一度話します。短い電話、軽い話題、天気、近所の噂、メインストリートの新しいベーカリー。私たちは地については話しません。パーティーについても話しませんが、話をします。そして今、教会があります。明確で、優しく、そして実際に私たちが尊重しているものです。父は電話をかけてきません。私は彼がかけてくるとは期待していません。一部の沈黙は罰ではなく、答えです。そして、私はその答えを受け入れることを学びました。カイルは時々メッセージを送ってきます。簡単なことです。元気、簡単符も絵文字もなく、ただ確認のためです。彼は自分の弁護士を雇い、州の委員会と協力し、人生で初めて父が指示することなく自分が誰であるかを見つけ始めました。最後に聞いたところでは、彼は夜間授業を受けているとのことでした。何を学んでいるのかは聞きませんでしたが、私は嬉しかったです。私はハリウッドのエンディングを持っていません。誰も花と謝罪を持って私のドアに現れませんでした。誰も自分たちがどれほど間違っていたかについて大きなスピーチをすることはありませんでした。家族はテーブルの周りに集まって泣き、抱き合い、より良くすることを約束することはありませんでした。でも、私は以前には持っていなかったものを持っています。平和です。静かで、頑丈な種類のものです。重みを持つものです。この話を聞いていて、ここまで残ってくれているなら、あなたについて何かを教えてくれます。私は一つだけ言いたいです。アドバイスとしてでも教訓としてでもなく、ただ誰かが昔私に言ってくれたらよかったと思うことです。もしあなたが、あなたの沈黙が同意と誤解されるような家族にいるのなら、あなたは声を上げることが許されています。叫ぶことなく、残酷さもなく、真実で。シンプルで、文書化され、否定できない真実です。そして、もしあなたがフォルダーを持っているのなら、文字通りのものであれ、そうでないものであれ、それを開く必要はありません。しかし、あなたはそれがあなたのものであり、存在していること、あなたが誰で何をしてきたのかの証拠が現実であることを知るに値します。そして、たとえ最も近い人々がそれを見ようとしなくても。私は毎朝、仕事に行く途中でミルブルック橋を渡ります。毎朝、そして毎回、タイヤの下の道が滑らかで、しっかりとして、安定しているのを感じます。そして、私は二つのことを知っています。橋は立っていて、私も立っています。最後までいてくれてありがとう。もしあなたが長い間静かにしていたことがあるなら、または話すかどうかまだ決めかねているなら、あなたの物語をコメントで聞きたいです。私は一つ一つを読みます。この話があなたにとって意味があったなら、ぜひ、いいねと、チャンネル登録を押してください。それが他の人々が、の話を見つけるのを助ける最良の方法です。今、誰かが自分のバックテーブルに座って、言及されるのを待っているかもしれない人々です。そして、次に何が起こったのかを聞きたいなら、次があるので、あなたが認識できるかもしれない別の物語へのリンクを説明に残しました。準備ができたらクリックしてください。私はここにいます。ヘザー。